皆さんは、りくりゅうペアの龍一くんこと、木原龍一さんが、シングル時代の実力者だったこと、一度は引退もよぎる崖っぷちに立っていたこと、そして二度もオリンピックに出場した後にアルバイト生活を余儀なくされるなど、多くの苦難を乗り越えてきたことをご存知でしょうか。この動画では、木原龍一さんの人生を生まれた日から年代順にたどりながら、シングル時代の栄光と挫折からのペア転向、高橋さんとの成龍ペア、須崎さんとの三生龍ペア解消後のどん底のアルバイト生活、そして陸龍の結成秘話から世界一の絆まで、なぜ木原龍一は幾度ものどん底から龍のごとく舞い上がり、そして宇宙一になれたのかを一本でつなげていきます。それでは温かいコーヒー、あるいは冷たいお飲み物でも片手に気楽にご覧ください。チャプター1、生まれ、趣味、そして意外な素顔、龍頭。まずは基本プロフィールです。木原龍一さんは1992年8月22日生まれ。出身は愛知県東海市。そしてフィギュアスケートを始めたのは1996年。幼い頃から氷の上が日常でした。身長はおよそ175センチで、日本人スケーターとしてはかなり大柄な部類に入り、その体格を見込まれてペアへ転向しました。現在は木下グループのクラブに所属し、主な練習拠点は海外、カナダをベースに生活しています。そして意外と知られていないのが野球好きなこと。本人プロフィールでも趣味に野球が挙げられています。表情ではクールな木原龍一さん。しかし、その胸の内にはもう一つの熱い情熱が流れているようで、地元、愛知が生んだ生粋の龍頭。猛烈な中日ドラゴンズファンで、幼い頃、夢中で追いかけたのは、白球を追うドラゴンズの選手たちでした。そして、2023年、念願が叶い、バンテリンドームのマウンドに立った彼は、中京大中京高校時代の旧友である、広島カープの磯村選手を相手に、見事なストライク投球を披露。世界を制したその腕で、愛するチームの勝利を願う。リンクの上とは一味違う、一人の野球ファンとしての、屈託のない笑顔。それは、過酷な勝負の世界で戦い続ける彼にとって、かけがえのない心の原風景だったのかもしれません。氷の上では、あれだけ繊細に動くのに、オフでは、ボールを追いかける。このギャップが、龍さんらしさでもあります。チャプター2、幼少期、ジュニア、シングルで磨いた土台と実績。ここからは、年代順です。まずは幼少期から、ジュニア時代まで、木原さんは、幼い頃からスケートを始め、最初は、シングルとして、キャリアを積んでいきました。ペアのトップ選手は、実はこういうパターンが多いのです。最初はシングルで、スケーティングの基礎やジャンプの感覚を磨きます。その経験が、後にペアで必要になるスピードやエッジの深さ、そして空中感覚につながっていきます。木原さんもまさに、その道を歩んでいました。ジュニア国際大会では、ジュニアグランプリシリーズで銅メダルを2度獲得しています。国内でも2010-2011シーズンの全日本ジュニア選手権で銀メダルを獲得。そして2011年2月の世界ジュニア選手権では総合10位に入っています。この頃は後のトピックスでご紹介する苦労人のイメージとは逆で、若い頃からちゃんと世界で戦える力があったことがわかる成績です。そして学業の面では2011年4月に中京大学へ進学しますが、この選択が後のペア転向への運命の分岐点を導くことになります。チャプター3、羽生結弦黄金期の幕開けとシングル
ラストダンス。2010年代、フィギュアスケート界の勢力図を塗り替えたのは、一人の若き天才の大躍進でした。木原選手より2歳年下ながら、羽生選手は、すでに2010年、世界ジュニアの頂点に君臨。翌2011年からは、木原選手を一足早く追い越し、シニアの舞台で、その才能を爆発させ始めます。同い年の田中圭司選手らと共に、日本フィギュア界はまさに、黄金期の号砲が鳴り響く、熱狂の渦中にありました。しかし、その光の陰で、木原龍一選手は、苦闘の中にいました。2011年以降、思うように振るわない成績。そして迎えた、2012年、全日本フィギュアスケート選手権。それは、羽生結弦が初めて全日本の王座を射止め、新時代の幕開けを世界に知らしめた伝説の大会でした。当時の主要メンバーをご覧ください。まさに、日本フィギュアスケートの黄金期、そのものです。男子シングル、1位は、羽生結弦、2位、高橋大輔、3位、武良孝人、4位、織田信成。そして、11位に若き日の宇野昌磨、そのすぐ後ろ、12位に木原龍一の名がありました。ちなみに、女子もまた、目もくらむような豪華な顔ぶれです。1位は、浅田真央、2位、村上佳菜子、3位、宮原知子、4位に、鈴木明子。今にも、会場を揺らす観客の大歓声が聞こえてくるようです。しかし、そのまばゆい歓喜の裏側で、木原は静かに、ある決断を下していました。第4グループ最後の演技者、木原龍一の演技が終わりました。この場所を最後に、自らのシングルキャリアに終止符を打ちます。この後最終滑走で登場する新時代の王者、羽生結弦。彼を称える地鳴りのような拍手。木原選手は一体どんな思いでその大歓声を聞いていたのでしょうか。一つの物語が静かに幕を閉じ、そしてあまりに長く険しい未知なるペアとしての旅路がここから始まろうとしていました。チャプター4、運命の分岐点、シングルからペアへ、人生が変わる決断。そして転機が訪れました。木原選手は2013年を境にシングル競技の第一線からペアへと本格的に舵を切っていきます。ここが木原龍一という選手の確信です。シングルからペアへの転向は競技人生においては全く別の人生を始めるレベルの決断です。ジャンプやスピンの技術だけでは足りません。タイミング、信頼、呼吸、そして相手の人生を受け止める覚悟が必要になります。しかも当時、日本のペアはまだ環境が厳しかった時代です。練習相手も少なく、情報も少なく、世界の強豪と比べて当たり前の土台が足りませんでした。それでも木原さんはそこで勝負しに行きました。高橋成美さんとの出会い、手がつないだペア結成ストーリー。木原さんの人生を語る上で重要なのが高橋成美さんとの出会いとペア結成までのストーリーです。実は木原さんは最初からペアに行きたいと強く願っていたわけではありませんでした。しかし、時同じく日本スケート連盟は2011年の夏頃からある大きな一歩を踏み出していました。未だ世界の厚い壁に阻まれていたペア競技の本格的な育成です。そのためのトライアウトが各地で実施されるようになります。運命の日。それは、羽生結弦選手が初優勝を飾り、木原選手がシングル最後の演技を行った、あの全日本選手権から
わずか数週間後の2013年1月、かつて世界選手権でメダルを獲得した高橋成美選手が新たなパートナーを探している。その相手として白羽の矢が立ったのがシングルで限界を感じていた木原選手でした。一度試してみないか。当初、シングルへの未練に揺れていた木原選手ですが、シングルでの実績はもちろんのこと、日本人スケーターとしてはかなり恵まれた175センチの身長と、その身体能力に注目した当時の小林よし子強化部長らスケート連盟からの強い働きかけもあり、トライアウトのリンクに立った木原選手。これまで一人で向き合ってきた氷の上で、初めて誰かの手を借りて滑り出す。戸惑いながらも、そこにはシングル時代には感じられなかった不思議な手応えがありました。この2013年1月のトライアウト。選考の場所は、当時、木原選手が在学していた中京大学のリンクで行われます。慣れ親しんだ母校のリンク。しかし、その日の氷は、彼にとってこれまでとは違う色に見えていたのかもしれません。一人で滑り続けてきた男が、初めて誰かの手を取るという未知なる世界への扉。誘われるように足を踏み入れたその場所で、後に世界を制するペアスケーター、木原龍一が真っ白な氷の上に産声を上げた瞬間でした。そのトライアウトで、お手本役として来ていたのが高橋成美さんでした。高橋さんは、当時のパートナーと世界選手権で表彰台に立つほどの実績を持っていた日本有数のペア選手でした。そして高橋さんは、その時木原さんの手に注目します。龍一くんの手が前のパートナーの感触に似ていると感じた、と語っています。ペアにとって手は命綱です。リフトもスローも最後に頼るのは手の感覚だからです。運命が引き寄せるかのように、木原さんのシングル最終戦と時同じく、2012年12月にオリンピック出場権の壁となる国籍問題などを背景に、マービン・トラン選手とのパートナーシップを解消していた高橋成美選手。木原さんに、一緒にペアをやりませんかと声をかけます。高橋さんは後に、私の方が強く望んだとも語っています。木原さんは、そこで即答しませんでした。悩みに悩んだ、と複数の取材で語られています。なぜなら、ペアを本気でやるなら、練習環境の問題で、海外へ行く必要があります。そうすると、大学生活や卒業の計画にも影響が出ます。そして、シングルで積み上げてきた道を手放すことにもなります。だからこそ木原さんは納得するまで動きたくなかったと言っています。それでも、最後に決断した理由として、選手として長く現役を続けたかったという思いを語っています。高橋さん側から見ても、この時期は重要でした。当時の高橋さんは海外拠点で続けることへの迷いも抱えつつ、でも団体戦もあるオリンピックを見据え、日本人同士でやってみようと一歩踏み出します。それまで高橋さんは幼少期を中国で過ごしていた際に、現地の選手であったコン・シャンユーさんとペアを組み、その後も再び中国選手のガオ・ユイさん、そして高橋さんのキャリアで最も成功を収めたペア、マービン・トランさんとは2012年の世界選手権で日本ペア史上初となる銅メダルを獲得していました。しかし、トラン選手の帰化問題が解決せず、オリンピックへの出場が叶わなかったこともあり、2012年12月にペア解消に至る状況だったのです。そして、木原選手と高橋成美選手との新コンビ結成が1月30日に正式に発表されることとなります。拠点は米国デトロイト、佐藤由香コーチとジェイソン・ダンジェンコーチの下で学ぶことになります。二人の性格が見えるエピソードも残っています。高橋さんは木原さんについて、決断に時間がかかるタイプと表現しつつ、それを笑いながら、
なるちゃんとだったら目指せるよ。というような、少し照れくさい言葉を木原さんが言っていた、と振り返っています。さらに、二人とも少年漫画好きで、臭い言葉も、二人の間では笑って言える関係だった、という話もあります。この、人としての距離感が、短期間でオリンピックを目指すという無茶な挑戦を支えた部分でもあります。そして、結成発表からわずか11ヶ月後の2013年12月、再び全日本フィギュアスケート選手権の舞台がやってきます。ちょうど1年前、同じこの全日本でシングルの引退を決意し、失意の中にいた木原選手がいました。最後の演技者、木原龍一の演技が終わりました。しかし今、彼の隣には、ペアパートナー、高橋成美の姿がありました。リンクを舞う二人の息は、結成1年足らずとは、思えないほどに重なり合い、見事、全日本の頂点へと上り詰めます。わずか1年前、12位という結果に唇を噛み締めていたその場所で、今度は、男子シングル2年連続優勝の羽生結弦選手と、女子シングル優勝、鈴木明子選手と同じ表彰台の真ん中の一番高い景色を眺めていたのです。この瞬間の勝利が彼らにとって初めての、そして大きな自信という名の翼となりました。そしてこの優勝を置き土産に、二人は夢の舞台、ソチオリンピックへと羽ばたいていきます。ここまで木原龍一さんの原点、そしてシングルからペアへと人生を大きく切り替えるまでの道のりを見てきました。幼い頃から氷の上で育ち、シングル選手として確かな実力を積み上げながらも思うようにいかない現実に直面した木原さん。そして高橋成美さんとの出会いをきっかけに彼の競技人生は全く新しい扉を開くことになります。ただし、本当の試練はここからでした。オリンピックの舞台、ペア解消、次のパートナーとの挑戦。そして、引退さえよぎる、崖っぷちの時間と、アルバイト生活。木原龍一という選手の本当の強さは、順調に進んだ時ではなく、何度も立ち止まり、それでも氷を降りなかった。その姿にこそ、現れていきます。次回の中編では、ソチオリンピック後の葛藤、須崎美優選手との時代、そしてアルバイト生活の苦難と木原さんらしいほっこりエピソード。そんな中で迎えた運命の転機までをたどります。あの有名な靴を履け、ブルーノ・マルコットコーチが突然声をかけた、その一言がどん底にいた木原龍一さんの人生を大きく動かすことになるのです。続きは中編でお会いしましょう。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。